여러분 안녕하세요. 모고모고입니다.韓国の時代劇を見てみると、チョンハとかセジャとかの呼び方があるんですよね。それで実際どういった意味を持っているのか気になったことありませんか？今日はそれの説明をしてみます。じゃあ、まずは、最初皆さんもちろん知ってると思いますけど、朝鮮の王は、下の者からチョンハと呼ばれたんです。で、その後、その王子、次の王様になる王子の場合は、聖者と呼ばれたんですね。実際これにどういった意味があるかっていうと、一旦まずは、秦という国、わかりますか？日本で大人気なキングダムという、映画も漫画もありますが、この作品を見てみると、秦という国が出てきて、紀元前221年から206年までとても短い国だったんですけれども、この時に初めて中国を統一した秦皇帝が初めて皇帝を名乗るんですよ。で、下の者たちはこの황제をペハと呼んでたので、実際は황제ペハですね。ちなみにペハというのは、황제があまりにもすごすぎる人なので、兵の下から見ないといけないというとても高い存在だという意味だったんですね。で、その황제ペハの息子を황태자と言って、この人はちょっと兵よりは近く階段の下で見る必要があると言ってチョンハって呼んでたんです。この影響を受けて韓国の新羅とかその後の古来とかも황제ペハという名前を使ってたんですけど、で、この高麗の途中で、モンゴル帝国ができて、チンギス・ハン聞いたことありますよね。このモンゴル帝国の40年間、9回による高麗の侵略が始まります。結局、9回目の戦争で高麗は陥落され、その後から、高麗は属国としてチョンハを使うことになります。この過程が見れるドラマとしたら、MBC の武神というドラマを参考してくださいね。で、その後できた朝鮮の場合は、中国の明という国の弟国という地位を維持したので、実際朝鮮の王様は最初からチョンハって呼ばれたんですけど、正式の名前はチュサンチョンハですよね。ここで皆さんお気づきだと思うんですけど、황제の息子、황태자をチョンハと呼ぶんですね。そんな感じで韓国の王様もチョンハになります。で、朝鮮の王子の場合は、中国の황태자チョンハと同じ名前を使ったらいけないので、セジャチョハと呼ばれました。その後、朝鮮の末期の大韓帝国の場合、また황제を名乗ったりしたんですけど、大韓帝国は韓国でもあまり認めてない帝国なので、こういったことがあっただけ覚えてもいいと思います。じゃあその後、軍と帝軍の話なんですけど、一旦この前の動画で見たと思いますが、王様には正室と側室があったんですよね。この正室の間で生まれた息子のことを帝軍と言いました。で、一番有名な帝軍としては、スヤン帝軍がいますよね。世宗大王の次男ですが、自分の甥っ子をクーデターで王から下ろして自分が王になった男ですよね。この帝軍から星座になれたのが普通だったんですけど、星座で一番有名な人としては、佐渡星座がいますよね。当義の孫なんですけど、結局王様から殺されるという悲劇の王子様でしたね。で、側室から生まれた息子たちのことを君と言いました。基本的にこの君たちは星座になることはできなかったんですけど、王と正室の間でずっと息子がなかった場合は、たまに君から王になることもありました。それが一番有名な人が、当義の息子、4人軍ですよね。後に영조という王様になりますね。ちなみにヘチの王様がこの役です。で、また、王様と正室の間で生まれた娘のことを公主と言いますよ。で、この公主で有名な人は、화정の정명公主がいて、で、また側室の間で生まれた娘は、옹주と言います。これは映画のラストプリンセスの덕혜옹주が韓国では有名ですよね。
で、最後ですが、テウォン軍という役名もあったんですよ。なかなかないんですけど、戦王に息子がなく、親族の誰かが王になった場合、その父上の呼び方がテウォン軍でした。普段歴史の舞台に出ることはあんまりないんですけど、朝鮮の末期のフンソンデウォン軍という人が、先ほど言った大韓帝国の韓国の最後の王、고종のお父さんですが、実際この人が初めて政治の舞台に出て、명성공고という、つまり姑と政治的な戦いをする有名な人ですね。こういった場面が見たい場合は、最近のドラマとしては、風と雲と雨というドラマがありますので参考してください。じゃあ、今日はここまでです。秋にはなったと思いますけど、暑いんですね。皆さんも、熱中症とかに気をつけて、お家でゆっくり休んでくださいね。また新しいテーマで伺います。여러분、今日も聞いてくれて진짜고마워요。여러분、안녕。